マミヤ6オートマットの解説をしたいと思います。マミヤ6オートマットですね。マミヤ6シリーズ非常に機種が多くてですね、僕も十分全機種の違いが分かりませんけども、オートマットっていうのは最後の方に出てきた、モデルでですね、この普通レンズのこのシャッターがありますけど、シャッターを、バネを巻き上げるとシャッターチャージと言いますけども、それを手動でするものが多いんですけども、このオートマットはですね、なんとこのフィルムを巻き上げるとですね、ここはシャッターが自動的にセットされるというのが特徴で、後に出てきたですね、富士の GS645 とかですね、プラウベルマキナ67とかはできますけども、この頃1950年代のカメラでフィルム巻き上げで自動的にシャッターもチャージできるこういう折りたたみのカメラっていうのはほとんどなくてですね、このマミヤ6オートマットはそれを実現した非常に初期のカメラです。他にもですね、ダコラロイヤルとかですね、例はあるんですけども、非常にマイナーで、あとかつ他の部分がですね、そんなに自動化されてなかったりということがありますけども、マミヤ6オートマットはフィルムの巻き上げもですね、フィルムのカウンターのリターン、復元もですね、全部自動なので、そういう意味で言うと非常に現代的なカメラと同じ使い勝手で使えるカメラというふうに思います。少し説明していきたいと思います。マミヤ6オートマットですね、マミヤ6シリーズなので特徴はバックフォーカシングというのがあります。これ裏蓋開けますと、ここにフィルムが入ってるところがありますけども、普通ピント合わせをするときはレンズは前後しますけども、マミヤ6はですね、このやつを回すとですね、ちょっとこれ分かりますかね、ここの板ですね、これが前後します。こういう方法でピント合わせするバックフォーカシングというシステムを導入してまして、レンズ側が動かずにフィルム側を動かすことでピント合わせをするというシステムですね。これによってボディとレンズの間の連携をですねシンプル化することで、このマミヤ6はですねこういう複雑な、フィルムシャッターの自動セットということも実現したというカメラになっています。で、オートマットというのは2機種ありまして、これがマミヤ6オートマットですね。でこちらにあるのがマミヤ6オートマット2です。これが本当の最後のモデルですね。でオートマットは結構それでもまだ流通してますけども、オートマット2はまだかなり少ないかなという気がします。識別点はですね、ここにマミヤという字があるポイントがあるのと、あと、こちらの、オートマットはですね、オリンパスの随光レンズがついてますけども、オートマット2は、マミヤ自製のマミヤセコールがついているというふうな違いがあります。で、と言いながらそれだけではなくてですね、大きい違いはファインダーで、こちらは、中から覗くとですね、映る範囲が見えるだけのファインダーですけど、こちらはですね、アルバタフレームということで、ちょっとこれうまくいかないかもしれないですけども、この中にですね枠が見えるんですね。このマミヤ6オートマット2はですね、このところにアルバタフレームといってですね、こう覗くとですね、画面の中のファインダーの枠ブライトフレームが出るという特徴がありまして、この覗き窓もですね、こちらのオートマットに比べるとオートマット2は大きくなってます。と言いながら見え方はそんなに大きく違うわけでもないし、こちらのオートマットでも結構割と、境界線は綺麗に見えるので、フレームにそんなに難はないんですけども、オートマット2の方がメガネを使っているとは見やすいかなという気はします。他はあんまり変わらないカメラで、レンズの違いもそんなに気にしなくていいと思います。でマミヤ6は随光レンズよく曇るって言われるんですけども、このオートマットの頃はですね、品質改善されてるのかわからないですけど、そんなに曇ってるものは見かけないような気がしますね。でこれもですねクリアですし、オートマットは僕も 2台持ってますけど、こちらもですねクリアで、両方ともクリアなレンズでいい感じはします。でマミヤ6オートマット、まず先ほど言ったようにバックフォーカシングですね。こちらでこういう風にピント合わせができるので、裏蓋開けてると先ほどみたいにこの後ろがですね前後するのが分かりますけども、閉めてるとわからないですね。形が全く変わらないと。でピントはここに出ます。ここに、ピントが合う物体までの距離、合掌距離が出るという形になってますね。ですので実はこれマミヤ6オートマットに限らずマミヤ6はこの閉じたままでもですねピント合わせができたり、距離計も動きますし、ピントをあらかじめ少し合わせておくということもできます。で
このシャッターはですね、通常のレンズシャッターと同じなので、非常に字が小さいですけども、ここの部分がシャッタースピードになってますね。バルブにするとバルブの動作をしますし、1秒にすると1秒でシャッター切れます。というので、これがシャッターダイヤルですね。500分の1秒までいけます。で、絞りの方はですね、こちら見にくいですけども、ここのところに赤い点があってですね、でここに 5.6 とか書いてますけども、これは操作はここのところで回します。見えますかね。ここにあるリングを回すと絞りがコントロールできます。で、絞りの値はここに出てて、ここが今 3.5 から、絞っていくと22まで絞れるというふうな形になってですね、ちょっと小さいので見にくいということはあるかもしれません。で、先ほどご覧いただいたようにシャッターチャージっていうのが、この巻き上げできるので、ここの部分ですね、ここに小さいピンがありますけども、これがですね、ちょっと巻き上げてみますよ。ちょっと見えるかな。巻き上げていくと、こちらの部分によって押されてチャージされます。で、ここでチャージ終了ですね。でこの後、こちらの押してる側の手前の部品が戻っていって、チャージされた状態になります。これでチャージされてますね。で、これがシャッター切ると、走ってシャッターが動くというふうな、そういう仕組みになってます。ですけども、手動でもチャージができます。その場合はこれをこう回せばチャージができて、切れます。で、実は、マミヤ6オートマットはですね、この、二重露出防止はないので、これをこう巻いてやれば多重露出はできます。ですけど、ここでチャージする必要が基本的にないので、基本的にはそういう使い方じゃなくてですね、巻いていって止まるところまで巻いたらシャッター切ると。でまた止まるところまで巻いたらシャッター切るということで写真が撮れるので、そういう意味で言うと、後のマニュアルの一眼レフカメラとかでも同じですけども、ノブ式ですけども、巻き上げが終わったらシャッター切ると。で巻いていったらシャッター切るということができるので、使い勝手としては後のカメラと非常に近くなっているので、非常に使いやすいかなと思います。で、このチャージするメカニズムはですね、このボディの底からですね、この裏蓋内通ってここに来てますけども、ここにあるこの部品がですね、このチャージ機構を隠すような働きになってまして、なくてもいいんですけど、隠すような部品になってますので、オートマットかどうかをパッと見分ける時にはですね、売ってる時だと書いてあるかもしれないですけど、オークションとかで、マミヤ6です。機種は分かりませんとか売ってる時に、識別ポイントはこれですね。この部品がついてるのは、マミヤ6オートマットかオートマット2になります。でちょっとフィルムを入れていきましょう。裏蓋開けます。で、これ裏蓋開けると自動的にフィルムカウンターがリセットされます。で、フィルムはですね、こちら側に装填していきますけども、フィルムを押さえる金具がですね、ここについてますので、これをこう出しておくとですね、フィルムの装填がしやすくなるとか、できます。ですけども、フィルム装填する前に大事なのが、この圧板を抜くことですね。この圧板普通はこの裏蓋についているカメラが多いんですけども、マミヤ6はですね、このバックフォーカシングでこれが前後するので圧板にはなくてですね、これ差し込む形になってますので、これは外します。そしてですね、スプールがないので、ちょっと、こちらにフィルムをセットしてですね、でこれを入れます。で、この間を、ちょっとこういう具合に入れてですね、で、こちらの方にフィルムをこうすると。でこれもこちらのところにこういうふうにセットします。で、この状態でここのところに、このフィルムとこの押さえの間にこの圧板をこうセットした状態でこれが OK ですね。で、これでフィルム巻き上げますけども、スタートマーク合わせが必要です。で、スタートマークはですね、このカメラですね、ちょっと見にくいんですけども、ここですね、これがスタートマークです。
ここに白い小さい点がありますね。ここに合わせます。で、これを、巻いていってですね、ぐる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 巻いていってですね、でこのスタートが来ますので、スタートここですね、ここに合わせて閉じます。でそうすると、これをあとはどんどこ巻いていくとですね、フィルムカウンターが進んでいって、位置が出たところで止まります。確認するのはここ開けてもらったらいいんですけど、ちょっとぴったり位置じゃないですけども、これで OK ですね。ただしですね、先ほどみたいに、これを閉じたままフィルム巻き上げるとシャッターチャージされてないんですね。シャッターチャージされてないので、このままだと写真が切れないことがあります。この場合だとですね、これを手で巻き上げれば1コマ目が取れます。1コマ目取ると巻き上げていきます。ちょっとこれ見てみましょうか。巻き上げていくと今1が通りましたね。今これで2コマ目です。要するに2よりちょっと手前ですねなってますけども、問題なくコマは来てますので、これで写真を撮ります。これ別に見る必要ないんですけど、一応見てみるとこれ2ですね。見えますかね。で巻いていけば3個目が取れるというふうな形です。で、この頃のカメラコマ感がですね重なったりすることもありますけども、マミヤ6の場合は僕の経験上はほとんどコマ感が重なるようなことはないようなイメージで使っています。で距離合わせは先ほど説明したようにこれでできますので、ここを見ながら、20度が、合うようにしてもらえればピントが合うというふうな形になっています。この、赤窓ですね、フィルムの番号を見るこの赤窓もですね、基本的には見る必要がないんですけども、確認用にこういうふうに見れます。ただしバックフォーカシングなので距離が変わるのでちょっと見やすかったり見にくかったりするかもしれないですね。そういうカメラになってます。マミヤ6ですね、オートマットはですね、こんな感じのカメラですけども、少しバリエーションがありますので少し説明します。でこちらはですねフィルム巻き上げダイヤルですけども、これが先ほど説明したバージョンで、こちらはそれと、よく似たマミヤ6オートマットですけども、コインにこんなノブがありますね。これ少し前のモデルですけども使い勝手は同じです。でこちらもですね、この裏蓋開けてもらったらそのままフィルム装填したらいいんですけども、こちらの場合ですね、裏蓋開けてもフィルムカウンターはその場では復元しません。でどうやったら復元するかというと、この裏蓋開けた状態でこれを巻いていくと、ここに赤が出ましたね。赤いのが出てますね。このまま巻いていくと、これが自動的に復元するというふうな形になってます。でここから、フィルムを入れて、巻いていくと、位置が出ます。位置が出た状態で写真を切ると。でまたこれを2にして切るというふうにできます。これ何使うかっていうと、これ3コマ目にして写真切るですけども、これで4コマ目にしてですね、これをこうするとですね、またここから巻いていけるんですね。つまり巻き上げ解除つまみになってます。解除する必要があるんかっていうとですね、解除するとそのコマ未録光でどんどん進んでしまうんでほとんど意味がないんですけども、フィルムの終わりが来てですね、シャッター切らずに進めていくことができるというぐらいのメリットはあるんかなという気がします。で、これをですね、裏蓋開けるとですね、ちょっとこのフィルムカウントの時間ちょっとずれますけども、またこれ閉じると戻ってきてまた9になってますね。という感じで、実はこの裏蓋開けるだけでは復元しないのが前期バージョン。ただしここからですね、回していくと、最初のコマに戻るので、回してからこれ回していくと、裏蓋開けるとやはり1コマ見てるので、基本的には同じですね。スタートマークを合わせて、スタートマークもですね、確か同じ位置ですね、ここにありますので、これですね、同じ位置に出したら、取れますので同じ位置です。でこちらの少し後のモデルになるとですね、これずっと巻いていって位置が出ますけども、これの後のバージョンは裏蓋開けるとですね、シャキッとこのバネの力でですね、フィルムカウンターが元に戻るという風な、そういう動作になっているので、少し動作が違うだけですね。使い勝手はそんなに変わりません。でマミヤ6オートマット2になるとですね、こ
こちらのバージョンと同じ形になってですね、巻き上げていくと一組混ぜると。で、裏ボタンを開けると復元するという形なので、こちらの方が後期型かなというふうに思います。はい。で、あと少し、説明を漏らせたものとして、この板ですね。これ基本的には付属品でなくなってるはずないんですけども、時々、これが欠品してるというものもあるような感じです。自作すればいいのかもしれないですけども、これないとフィルムの平面性が出ないので、購入されるときはこれがちゃんとあるかどうか確認されるのがいいのかなという気がします。あと入れる方向ですけども、ここに矢印があってこちらにあるので、それを合うように入れてもらうという風な形になってます。はい、マミヤ6オートマットの解説は、以上になります。